こんにちは、前世猫男です。皆さんは世界6大猫スポットと呼ばれる場所をご存知ですか？実はそのうちの2つはここ日本にあるんです。1つは宮城県石巻市にある田代島、そしてもう1つは福岡県粕谷郡にある相島です。さらに日本から一番近い海外のスポット、台湾のホートン猫村です。これまでこの3つの猫の楽園を実際に巡ってきました。そして今回ついに日本を飛び出し、遥か遠くイタリア・ローマへやってきました。目指すのは世界6大猫スポットの一つ、トーレ・アルジェンティーナ広場です。実はここ、歴史の授業で誰もが聞いたことのあるあの有名人が再起を迎えた場所でもあるんです。そんな歴史的な遺跡が今ではなぜか猫の聖地になっているのです。古代遺跡と猫が融合した世界でここにしかない景色をご紹介します。それでは本編スタートです。ということで本日はですね、この後ろに見えます広場、トレ・アルジェーヌ広場を紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ということで、ここはですね、入場無料となってます。ただ大きな声で喋るのは禁止っていうので、すでにあそこにいますね。可愛い猫ちゃんがいます。猫がいます。あ、ここにいたキジトラさんがいましたね。イタリアもキジトラはいるみたいですね。遺跡の周りはこんな感じですね。いろいろあって人の憩いの場所にもなってもいます。なんか不思議な感じですね。で、こっから入れるのかな、これ。何これ、ビジターコム、ミスターミックカード。なんかいるんだね。なんかいるんだね、エントランス。いるんかな。はい、ということで簡単なね歴史の感じなんですけども、先ほど言ってた4つの神殿っていうのがもうほぼほぼ崩れてしまってますが、こんな感じで1、2、3、4あったそうです。今現存のやつ見ていただくと、1、2、あそこに3、4と昔はあったんですが、ほぼほぼないと。で、全部復元したのがこんな感じですね。だいぶ大きいところだったんですね。で、ここで、カエサルが亡くなったと。なんか不思議ですね。本当にね、街中のど真ん中にこれがあるっていうのは非常にすごいですね。なかなかこういうのはない。素敵だ。Ela mandou o valor aqui. Ela mandou mensagem para você. どうやら中は、ビデオの撮影は禁止らしいので、ざっと私が見てきた感想を後ほど伝える感じになります。施
施設の一部のみ写真撮影の許可をいただきましたので、そこで撮影した猫の写真とともに簡単ではありますが、シェルターについて紹介していきます。ここはイタリア・ローマ古代遺跡トレ・アルジェンティーナの一角にあるトレ・アルジェンティーナ猫シェルターです。この広場は有名なユリウス・カエサルがブルータスに暗殺された歴史的な場所でもあります。シェルターの誕生は1993年、ここに捨てられた猫たちを見過ごせなかった2人の女性が実費とボランティアでお世話を始めました。これが現在では世界中から猫好きが訪れるシェルターの原点となりました。保護された猫たちはまず健康チェックとワクチン接種を受け、その後避妊去勢手術がされます。手術済みの猫は耳のカットなどで識別され、遺跡の中で安全に暮らしたり、新しい家族のもとへ旅立ったりします。過去20年間に約2万7000頭の猫を避妊去勢手術をされたそうです。自分たちの保護猫だけではなく、ローマ全体の猫に対して避妊去勢を提供されているようです。実はこのシェルターには公的な補助金が一切ありません。ボランティアの力と世界中の寄付だけで成り立っています。公式サイトではオンライン寄付や里親募集、グッズ購入など離れた場所からでも支援できる方法が紹介されています。そんな素敵な施設でありますが、2012年には遺跡の不法占拠扱いされ、閉鎖させようとする圧力がありました。幸い政治的局面が変わったことで軽減されたものの、将来が保証されていない、そんな状況であります。ということで、施設の方見学してきました。でね、まず寄付も兼ねて一つ買いました。可愛いやつ買いました。ということでですね、下の施設を見学してきました。でですね、この下の施設なんですが、こちらですね。見えますか？これですね。フェラインコロニーズトレアルテンジエナっていうところになります。でこちらの施設なんですが、写真および動画はもちろんなんですが、携帯を触ることすら禁止という厳格なルールがありました。で最後ちょっと気になったので、なんでそうしてるんですかって言ったら、簡単に言うと自撮りだけしていって出ていっちゃう人が多かったみたいです。過去でもう携帯を触ることもなく、もう猫をしっかり目に焼き付けてほしいという、そういう理由で、携帯禁止と書かれているそうです。私はそれを聞いてね、確かになと思いました。日本の猫カフェはお金を払って見に行くパターンが多いので、それはね、お金払ってるからできるでしょ、当然でしょっていう感覚なんですが、ここに関してはですね、保護施設になるので、お金は一切取ってません。ただもし寄付をしたい気持ちがあれば、私のようにですね、この物を買ったりですとか、お金だけを寄付するっていう形をとっています。で最後にそうやって聞いたんですけども、いやあんた中で取ったって言われて、実は2つ部屋があって、入り口の方はもう一切携帯禁止なんですが、もう一つの入り口の方は、17匹ぐらいいるって言ってましたね。そちらの方は写真だけだったらいいよっていうことだったので、写真最後撮らせていただきました。遺跡自体もこうやって猫がうろうろしてますが、中の施設にいた子たちはですね、やはり足が不自由な子がいたりとか、あとは目が悪い子なんかがいました。ただですね、皆さんというかみんなすごいね、プクプクしてて、海外で言うとチュービー、ちょっとふっくらしたっていうような表現が最適な子たちばっかりでした。非常にみんな可愛らしい子たちばっかりでね、良かったです。ただね、触ってもいいよって言われたんですけども、みんなお昼寝中だったので、
私はね恐る恐る触る感じにしました。まあね、この歴史的な点でいくとカエサルが暗殺された場所というので、非常にね、なんて言うんでしょうか、歴史的には悲観的な場所ではあるんですけども、その悲観的な場所をですね、この猫たちが支えている、また新たな家として活用しているっていうのはとても素敵です。こんな感じでね、猫が自由に使える、そんな素敵な空間になってます。日本もですね、いろんな猫の島何度もありますが、正直ですね、この遺跡の中にいるっていうのは、非常に稀な感じだと思います。そしてですね、一つ忘れてたんですが、地下のですね、その施設はですね、国から一切援助を受けてない施設になります。ボランティアであったり、里親さんからの寄付であったり、また私のようにですね、観光客が入場した時の費用、寄付代ですねから捻出してるっていうので、非常に素晴らしい活動をされています。私はですね、こういった活動は国から援助を出すべきではないかなといつも思ってます。で、施設を見学したらね、こういうパンフレットもいただきました。これはちょっと後ほどまたね読んでみようと思います。そしてですね、私が日本人と伝えたら、なんと、日本語訳のここの施設に関することが書かれた資料をいただきました。ちょっとこれを読んでね、先ほどの援助の話を話させてもらったんですけども、まさかね日本語があるとは思わなかったです。そして、お会計をしてくれたお姉様はですね、2回日本に来たことがあると、東京、日光、横浜などなど行ったことがあって、でなんか知り合いが、その猫のつながりの知り合いがっていうと、それ以外に広島とかいろんなとこ挙げられてました。もしかしたら何かのルートでねつながったのかもしれないです。ちょっとねいろんなお客さんがいたので深くは話せなかったんですけども、日本とゆかりがあるっていうので非常に私としても嬉しいですね。本当に遺跡の目の前にレストランがあったりとかね、すごい感じですよね。今ですね、この下の遺跡について調べてみたんですが、これ別料金ですね。多分おそらくですね7ユーロかかるんじゃないかなと思います。でこの、中の遺跡の様子とかね、この表に出てないところ、こっちの方とかね、見えるかな、こっちの方とか多分見れるような感じです。で猫はここにもいます。でさっきの施設は、一応入場無料の、あとはお気持ちですね、寄付をするっていう感じになります。猫目的に来るとやはりさっきの施設に入っていただくのが一番いいかもしれないです。猫のことについても詳しく知れます。ぜひね、このローマに来たらここは寄ってほしい場所です。ということで、イタリア・ローマにある猫の聖地トッレ・アルジェンティーナ広場を紹介していきました。過去を遡るとローマの英雄がここで殺されてしまったという事実はあるんですが、現在はですね猫の聖地に生まれ変わり、新しい猫の家として活用されています。本当にね素敵な場所だなとつくづく思いました。こういった形でですね、遺跡が活用されるっていうのはなかなか事例がないので、ここは本当にいい例だなと思いました。でまたね施設の方ともお話をしてね、今後もね本当に頑張ってほしいなっていう気持ちがいっぱいになりました。ぜひですねイタリア・ローマ、見どころたくさんあるところではあるんですけども、ぜひこの遺跡を寄っていただきですね、遺跡の下に地下にあるですね施設に遊びに行ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。
この動画良かったよという方はぜひ高評価ボタンポチッと、ハイプボタンもポチッと、そしてぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指して頑張っています。ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。で、今後についてなんですが、こういったですね、猫のスポットであったりですとか、動物のスポットおよび保護施設などなど、そういったですねところに訪問してその様子をお届けしております。ぜひ見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。グラッツェ。遺跡を逆から見たらこんな感じです。